どうもこんにちは、ギターショップトニークの小沢です。今回はダブルネックギターについてやっていこうと思います。この見た目やばくないですか？このダブルネックギターですね、数々の名曲で使われたギターなんですけども、今回その特徴と歴史と解説して、サウンドチェックもやっていこうと思います。よろしければ最後までご視聴ください。ということで本編へどうぞ。まずですね、ダブルネックギターとはというところからやっていこうと思うんですけども、一つのボディにネックが2つついているギターですね。ツインネックギターとも呼ばれたりしますね。6弦と12弦の組み合わせだったりとか、6弦と4弦、ベースの組み合わせだったりとか、あとはフレットレスとフレット付きの組み合わせだったりとか、もう様々なバリエーションがありますね。エレキギターで定番としてよく見かけるのは6弦と12弦の組み合わせが多いかなと思います。でこちらのダブルネックギターですね、最古のものはですね17世紀まで遡るみたいで、調べたら出てくるのでちょっと見てみてください。大きいギターの横にちっちゃいギターがついているみたいな見た目になってましたね。エレキで初のダブルネック製作については正確な情報がちょっと出てこなくて、エピフォンが初めて開発したっていう話もあれば、ギブソンが1930年代に作ったとか、ポール・ビグスビーが制作したとか、そういった情報がいろいろ混じってたので、もし詳しいことを知っている方いたらコメントしてみてください。続いてダブルネックギターのメリットについて解説していこうと思うんですが、まずこの見た目、このでっかいボディめちゃくちゃかっこいいです。ステージ映え間違いなしなギターだと思います。ルックスだけではなく、ネックが2本ついていることによってギターの持ち替えが必要ないんですよね。なのでライブとかで、異なるサウンドが必要な時にもこのダブルネックであれば持ち替えずに1本のギターでライブをこなすことができるっていうのメリットだと思いますね。であとはですね、チューニングとかもあらかじめ異なるチューニングに設定しておけば、曲中でいきなりキーが変わるとかってなった場合も瞬時に切り替えができるっていうのも特徴ですね。今だとデジタルの進化があるので何とも言えない部分であるんですけども、そういったメリットがあるので、いろんな組み合わせによって、この2本のギターを使い分けることができるので、弾き手の想像次第では何でもできるんじゃないかなっていう。例えば A メロでは12弦を使って B メロでは6弦を使ってとか、そういった弾き手のアイデアを最大限引き出してくれるんじゃないかなと思います。続いてダブルネックのデメリットなんですけども、先ほど言っためちゃくちゃかっこいいっていう大きいボディっていうのもあれなんですけど、このサイズなのでかなり抱えにくいですね。ストラトとか弾き心地がいいとされているものと比べると若干弾きにくいと思います。あとは重さですね。だいたい5キロ以上という風な話ですね。あとはですね、弦交換ものすごい時間かかりますね。以前12弦の動画出した時にも弦交換死ぬほど大変ですみたいなこと言ったんですけど、比じゃないですねこれ。もちろん6弦は特に問題なかったんですけど、12弦、ただでさえめんどくさい12弦の弦交換が高音圏側ですね、ストリングワインダーがちょっと入らないっていう事件があって、めちゃくちゃ弦交換するの時間かかりました。でもこのボディサイズとか、重さとか弦交換が大変とかっていうのは構造上、仕方ない部分ではあるんですけども、この辺りがデメリットに当たるかなと思いますね。他にもですね、トリプルネックとか4ネックとか5ネックとかあるみたいで、市場に出回ることはあんまりないんじゃないかなと思いますが、個人的にダブルネックのモデルっていうと、やっぱりレッド・セッペリンのジミー・ペイジが天国への階段で使っていたりとか、イーグルスのドン・フェルダーがホテルカリフォルニアで使っていたりとか、超有名な曲で使われていたっていうイメージが強いですね。そのモデルがギブソンの EDS1275 っていうモデルなんですけども、この辺りうちのお店に入ってきたらかなりテンション上がるなと思います。そしてダブルネックギターを愛用しているアーティストなんですけども、先ほどお伝えしたジミー・ペイジとドン・フェルダー、リック・ニールセンとか、あとデイブ・ムスティンとかスティーブ・バイとかマイケル・アンジェロ、スラッシュ、アルフィーの高見沢さんなどなど、結構多くの方が使っていますね。今回使用するモデルがこちらです。さっきからずっと持ってるこいつです。STW ですね。ダブルネックのモデルっていうとやっぱ SG 系とかが多いイメージがあるんですけども、ストラトのダブルネックです。しかもこっちリバースヘッドでメイプルとローズみたいな、かなり面白いモデルだと思います。シリアルがですね、クラフテッドジャパンの A シリアルですね。ボディにフェンダージャパンのギターでよくあるA とか B とか C とかっていうスタンプが押されてるんですけども、こちら S のスタンプが押されていましたね。着こなせるかどうかがもう少し心配な部分であるんですけど、早速鳴らしていこうかなと思います。クリーンとドライブで鳴らしますので、よろしければ音聞いてみてください。
ということで音聞いていただきました。いかがでしたでしょうか。面白いモデルですよね、すごく。はい、1本のギターで2種類の音が出せる。しかもこう足の踏み替えとかいらずにこう手元だけでいけるみたいな、かなりこうロマンティな感じがしましたが、はい、ただやっぱその憧れのこういうギターヒーローというか、そういった方々っていうのはこれを構えて数々の名演を残してみたいな、はい、かなりこうロマンのあるギターなんじゃないかなというふうに思いましたので、1本あると楽しめるんじゃないかなと思いました。ただやっぱり重さはもうしょうがない部分になってくるので、はい、肉体派の方ぜひ使ってみていただけたらなと思います。ということで皆様いかがでしたでしょうか。音こうだったとか、こういったモデルもあるよとか、このモデルの詳細とか何やらありましたらコメントいただければと思います。ということで本編終わり。ダブルネックのギターっていうとジミー・ペイジっていう印象がものすごく強いんですけども、そんな人がもう一人いまして、マイケル・アンジェロっていうアンジェロ先生ですね。めちゃくちゃ速いこういうアンジェロラッシュとかいう人、あの人がこうダブルネックとか4ネックのギターとか使って演奏してるのを昔見たことがあって、教則の DVD とかでですね、もうあれがもう衝撃的すぎて、アンジェロ先生のダブルネックってこう V 字になってるんですよね。で両手でトリルしてこう持ち上げていくみたいなものすごい真顔でやってるんですよ。ですごいシュールな映像で何回も見ましたね。で当時マイケル・アンジェロのバーンとか、クレイジートレインとかあの辺りの映像とかもよく見てて、いつかこんな風に弾けるようになるのかなとか思ったりしたんですけど、さすがに無理でしたね、あの速さは。ギターのガイタレの教則 DVD って面白いものが多くて、スティーブ・バイのジュミナイみたいなペダルを紹介している動画があって、スティーブ・バイとスティーブ・バイがこうセッションするみたいな動画があるんですよ。そのアイディアがめちゃくちゃ面白くて、動画自体もすごい面白いんで、もしまだ見てないって方いたらなんか見てみていただけたらと思います。海外の教則系よく見てたので懐かしいですね。なんかおすすめの動画とかあったら教えていただけたらなと思いますね。ということでこの動画面白かったという方、いいねとチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いつも見てくださってる皆様本当にありがとうございます。感謝しております。Twitter、Instagram、Facebook は各種やっておりますので、そちらもぜひチェック、フォローよろしくお願いします。横浜市西区平沼 1-5-21 第2ロレアルビル201ですね、北食と肉営業しておりますので、ぜひぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。